皆さん、こんにちは。今日は日本のお酒についてご紹介します。日本のお酒、皆さんは知っていますか？飲んだことはありますか？今回は日本特有のお酒の種類とか文化についてご紹介します。もし皆さんが日本のお酒を飲んだことがあったら、ぜひどんなお酒を飲んだかコメントで教えてください。それから、もしね、気になるお酒があったら、ぜひ、これが飲んでみたいですってコメント欄で教えてください。それでは、本編に入りましょう。まずね、日本のお酒といえば、主にね、飲まれているのは、6種類ぐらいあると思います。ものによっては、もともと日本のお酒ではなくても、日本ですごく有名になったりとか、世界で人気になったりとかしたお酒っていうものもあります。まずね、ご紹介するのはビールです。日本では基本的にみんなで飲み会に行ったら、とりあえずビールを飲みます。店員さんにはよく、とりあえず生でって言う人が多いです。生っていうのは生ビールのことで、飲み会では一番最初に注文するのが生ビールということが多いです。あるいは居酒屋によっては生ビールがないので、瓶ビールを頼むこともあります。瓶ビールを頼むと、ビールの瓶が1本来るんですが、これに人数分のグラスを用意してくれるので、お互いについでビールを飲みます。なぜ日本人が最初にね、ビールを頼むかというと、ビールって提供するまでの時間が早いんですよね。生ビールだったら、ついで泡作って終わり。だからすぐに提供できます。数人いる時には誰かが、じゃあ私はこのカクテルがいいって言ったら、カクテルを作るのに時間がかかります。だからそれに合わせてみんなが待たなきゃいけなくなりますね。それは申し訳ないからって言って、多くの人はもうとりあえず生でって言って、最初はみんな揃って生を頼むことで、早く一緒に飲み会をスタートできます。もちろんね、特に最近の若い人とかはビールが好きじゃない人もいるから、生を頼むっていうのは絶対っていうルールではないです。でも、社会人を長いことしている人とかだと特に、もうとりあえず生で始めるっていうのが暗黙の了解というか、生でいいよねみたいになることが多いです。日本のビールといえば、例えば札幌とかキリンとかアサヒとかサントリーとかもね、有名ですね。皆さんはビールの飲み比べとかするのは好きですか？私はビールのね、利き酒って言って、どのブランドのビールを飲んでいるかは隠して、これが美味しい、あっちが美味しいって試す利き酒をするのも好きです。ちなみに私が一番好きなのは札幌ビールです。ビールの缶に黒い星のマークがついてるんですけど、選べるときは私はいつも札幌ビールを選びます。皆さんは好きな日本のビールはありますか？あるいは皆さんの国で一番おすすめなビールがあったらぜひ教えてください。コメント欄にね、書いてください。私はビールが大好きなので、皆さんの国でもビールを飲んでみたいです。はい。二つ目の日本のお酒といえば、日本酒です。日本酒っていうのは、お米で作られています。日本酒は常温で飲むこともありますが、例えば夏だったら冷やして冷たくして飲みます。冬だったら温めてあったかくして飲みます。だから季節を問わずいつでも美味しくいただけるのが日本酒です。日本酒は昔からね、日本で飲まれているものだし、お米で作るものだから、私としてはやっぱり日本食と合うなと思います。日本食を食べながら日本酒を飲むのが私は大好きです。冬には日本酒を温めます。この温めた日本酒のことを熱燗と呼びます。私はこの熱燗を焼いたお魚と食べるのが大好きです。焼いたお魚の中でもホッケと呼ばれるお魚を
一緒に食べるのが好きです。日本のね、居酒屋に行くと結構お料理として用意されているのがホッケです。結構大きめなね、お魚だからみんなで分けて食べるんですが、日本酒とホッケを合わせている時間はすごく幸せに感じます。冬だなーって風情をね感じるものの一つでもあります。日本酒はね、日本のいろんなところ、特にお米の生産地として有名な場所では日本酒もね合わせて作られていることが多いです。皆さんもまだ飲んだことがなければ日本酒を試してみてください。試したことがある人はぜひ感想をね教えてください。日本酒の味はアルコールさもあるんですけど、説明難しいですよね。ものによってはすごくお米の匂いとか味がする日本酒もあります。私はそういうのが好きです。はい。次に3つ目、焼酎です。焼酎はお米とか麦とか芋を使って作られる蒸留酒です。焼酎はね、すごく独特な匂いがするし、味もするんですが、好きな人は大好きです。ちなみに私は苦手です。焼酎は世界でね、有名なお酒で例えると、ウイスキーとかウォッカとか、そういうものに近いかなと思います。特にね、飲み方がそういうお酒と似ていて、そのまま飲むこともできるし、氷を入れたコップに注いでロックとして飲むこともできます。あるいは水を入れて水割り、お湯を入れてお湯割りをして飲むことも多いです。特にね、芋で作られた芋焼酎は本当に独特な匂いがして、私は本当に苦手なんですよ。でも、この匂いが逆にすごく好きっていう人はいます。これを飲んだ人も独特な匂いになって、すごく、酔っ払いだなって思います。どうですか？皆さんは飲んだことがありますか？ぜひね、日本に来たら一度は試してみてほしいです。お酒がすごく好きな人だったら、もしかしたらハマっちゃうかもしれません。でね、4つ目にご紹介するのが、チューハイなんですが、チューハイっていうのは、この焼酎をジュースなどで割った飲み物のことを言います。ソーダとかね、ジュースとかね、そういうもので割っていて、だいたい日本の居酒屋にはどこにでもあるドリンクの一つです。これはね、要するにカクテルですよね。例えばね、ブドウとか、桃とか、みかんとか、そういうジュースで割ったチューハイもあるし、ウーロン茶とか、緑茶とか、そういうお茶で割って作るチューハイもあります。これはね、甘くてすごく飲みやすいです。匂いはそんなに焼酎らしくもないし、ただただアルコールが入ったジュースみたいな味になることが多いです。すごくね、飲みやすいんですけど、私はこれを飲むとね、悪酔いをしてしまう。次の日に二日酔いになりやすいので、あんまり飲みません。でもね、これは結構ご当地の味で作っていたりすることも多いので、日本のいろんなところに旅行をするんだったら、いろんなチューハイを飲んで楽しむのもいいと思います。珍しいね、チューハイとか飲んだことがあればぜひ教えてください。私はね、トマトジュースで割るチューハイが好きです。5つ目、梅酒です。梅酒っていうのは、梅で作られたお酒のことです。そのままですね。梅酒って皆さん知ってますか？そもそも梅ってなんだかわかりますか？梅ってお花も梅のお花っていうのがあります。春のね、最初の頃に咲いて、すごくいい匂いがするお花ですね。ちょっとね、桜のお花に似ています。で、この梅酒っていうのは、梅の木になる梅という果物を使って作るお酒です。梅の実っていうのは緑色のね、実がなるんです。でもね、これはそのまま食べると毒なので食べられません。だからこれをね、シロップでつけたりとかして、梅のシロップを作ったりします。これをね、ソーダとかで割って、梅ジュースにするのもすごく美味しいです。それから日本では梅を塩につけて梅干しを作ることもあります。梅干しはすごく酸っぱいです。でも梅をね、例えばご飯に入れておくと
ご飯を腐りにくくしてくれたりします。だから日本のお弁当にはよく赤い梅が入っています。梅干しにすると梅の色は赤くなります。このね、梅酒っていうのは、焼酎とかホワイトリカーみたいに呼ばれるものに梅をつけて作る、そういうね、甘くてフルーティーなお酒です。若干ね、酸っぱさとかも感じるかもしれないんですが、基本的にはすごく甘いです。アルコール度数としては10から 15% くらいなので、ビールよりもちょっと強いワインぐらいですかね。でも甘くてすごく飲みやすいので、お酒の初心者の人とかは飲み始めでお酒を鳴らすこととかもすると思います。ただし、梅酒はね、アルコール度数が低いわけではないので、すぐ酔っ払います。酔っ払って気づいたら酔っ払いすぎちゃうことがあって、二日酔いをする人が多いです。なので皆さんも気をつけてくださいね。でもすごく美味しいので、お酒が好きな人はぜひ日本で試してみてください。試したことがある人はぜひどんな味だったか説明してみてください。ちょっとね、難しいんですけど、やっぱりフルーティーで酸っぱみがあって独特な味がしますよね。好きでしたか？皆さん。ぜひね、教えてください。それから6つ目にご紹介するのはウイスキーですね。ウイスキーは多分もともと日本のお酒ではないと思うんですが、なんかすごく世界で人気、そして有名になったみたいで、日本でも入手が難しくなってしまったブランドもあります。有名なものだと山崎とか白州とか響とかっていうものが代表的かなと思います。日本のね、ウイスキーはすごく飲みやすいかなと思います。すごくスモーキーなわけではないものが多いかな。あっさりしていて飲みやすい。ただし、世界的に人気になったから値段がすごく高くなってしまったので、最近はね、ようやくたまにスーパーとかでも見かけるようになりましたが、ぜひね、皆さんも見かけたら試してみてください。海外で飲むより日本で飲んだ方が多分安いのでね、皆さんの感想も待ってます。はい。ということで、今日は日本のお酒についてご紹介しました。皆さんが飲んだことがある日本のお酒や飲んでみたいと思った日本のお酒はありましたか？私はお酒を飲むのも好きですが、お酒と合わせておつまみを食べるのがすごく好きです。だから、このお酒とこのおつまみが合うなーって楽しむのが私にとっての癒しの時間です。もしね、皆さんの国でもこれがおすすめだよというのがあれば、コメント欄で教えてください。ということで、今日の動画は以上です。この動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。